緊急速報。白昼の小学校で発生した1年2組集団神隠し事件の真相を追います。体育の授業中、児童と教師を空へ連れ去った白い巨大質量体の正体と、彼らが叫んだ禁断の呪文とは一体何だったのか。はい、始まりました国語対話。今回深掘りするのは中川理恵子先生の不朽の名作クジラ雲です。見てください猫さん、私のこの画力。空に浮かぶクジラと子供たちの絆、尊さ爆発してません？ほう、 MCC、 これは実に見事な伏線ですね。不自然にねじれた獅子、そして空を覆い尽くす白い影。これは感動巨編ではなく、閉鎖空間での集団ヒステリーを描いたサイコホラーの予兆ですよ。これみんなで楽しく体操してるだけなんですけど。学術的にはそうですが、解釈違いですね。このうつごな笑顔は酸素欠乏による高高度障害の初期症状を示しています。つまり彼らは雲という名の高次元捕食者に対し無防備にも接触を試みて。はいはい、時間切れ。変な考察始まる前に本編行くで。さあ、ここからはこの名作を夢と魔法のフィルターを外して徹底的に解剖する真相究明インベスティゲーションのコーナーです。MCC、 覚悟はいいですか？この物語、皮を剥げば現代社会の病巣が詰まったロアの宝庫ですからね。また変なスイッチ入った。お手柔らかにお願いしますよ。ではまず、このクジラ雲という存在そのもののスペック監査から入りましょう。空に突如出現し、子供たちの言葉を真似る白い巨人。はい、とっても大きくて真っ白で可愛いですよね。いいえ、ソシャゲ的に言えばこれは明らかにイベント限定レイドボスです。しかもプレイヤーの行動を学習して形態変化する極めて悪質な AI 搭載型ですね。レイドボス？あんなふわふわしたのが敵なわけないでしょう。物扱いしないでください。甘いですね。出現率、サイズ感、そしてここへおいでよという誘引スキル。これは課金を促すための人権キャラの挙動そのものです。全サーバーのプレイヤー、生徒を一箇所に集める集客力は運営のドル箱ですよ。ドル箱って夢の話をしてるのに急に生々しいガチャの話にしないで。さて次は中盤の体操のシーンです。子供たちが動くと雲も動く。号令に合わせて同じポーズを取る描写がありますね。そこが一番の見せ場じゃないですか。心が通じ合った瞬間です。いいえ、 IT エンジニアの視点ではこれは致命的な同期エラーの予兆です。入力、子供の動きに対し出力、雲の動きが直結しすぎている。同期してるなら成功でしょう。何がエラーなんですか？考えてもみてください。異なる OS、 人間と機体が強制的にリンクしているんですよ。これはシステムに過負荷をかけ、最悪の場合世界そのものがフリーズする危険なバグ挙動です。必死に生きてる雲をバグ扱いすな。使用ちゃうわ。友情の奇跡や。友情？いいえ、これはサーバーダウン直前の無限ループです。そして問題は次のフェーズ、いよいよ雲に登り乗るシーンです。辺まで届け123ですね。みんなで力を合わせる名シーン。コンプライアンス的に言えばここは完全にアウトです。教師が生徒に対し安全帯もなしに高度数千メートルへの跳躍を命じる。これは明白な安全配慮義務違反に該当します。ちょっと待って、ファンタジーに法律持ち込まないで。その違反、六法全書のどこに載ってるんですか？労働契約法第5条です。学校管理下における児童の安全確保は絶対。それを雲に乗れなどと扇動するのは企業なら即刻業務停止命令レベルの不祥事ですよ。ただの体育の授業やろが、人助けや冒険に弁護士連れて行けって言うんですか？リスクヘッジなき冒険はただの蛮遊です。おや、いよいよクライマックスですね。子供たちが風に吹き飛ばされ空へ吸い込まれます。いけー、風さんお願い、みんなを運んで。ほう、これは興味深い。自力でのジャンプ力が足りないと判断した運営が強制イベントを発動させましたね。運営って誰ですか？風の優しさでしょ。いいえ、これは MMORPG でいうところの公式チート、類殺です。本来なら到達不可能なエリアへ物理演算を無視して座標移動させている。ゲームバランス崩壊もいいところですよ。うるさいな、負けんな子供たち。ロジックなんか吹き飛ばせ。ふう、どうやら全員無事に着陸したようですね。しかし MCC、 ここからが真の地獄、ポストモーテムの時間です。みんなジャングル義務に降りてハッピーエンドですよね。経済的スケールで見れば大赤字です。対価なしに労働を提供し成果物もなし。これはプロジェクトとしては債務超過によるデフォルト案件と言わざるを得ません。はあ？今なんて言うた？いや、ですから損益分岐点が。黙って聞いておったらさっきからオタクばっかり並べて。あんな一番の損失はそこちゃうわ。あんた体操服の選択表示見たことあるんか？選択ですか？
黙って聞くやろ。雲言うたら湿気と塵の塊や。真っ白な体操服で座り込んだら泥漬けと水分でドロドロやないか。歌丸石鹸で手洗いすんの誰を思てんねん。おかんやぞ。クリーニング代請求したるわ。物理的な汚れコスト、それは盲点でした。それに上空は寒いの。お腹冷やしてポンポン痛くなったら病院代かかるやろ。給食の時間にも遅れてるし、給食費払ってんのに一食損してんねんで。家計なめんなよ。損切りって言うならそこを切れ。申し訳ありません。生活防衛資金の観点が欠落しておりました。お許しを。すいません、取り乱しました。洗濯物のことを考えたらつい。いえいえ、メムシー氏の生活指導、身に染みました。ひどい話です。夢の裏側には湿った洗濯物と冷えたお腹のという現実がある。でもここからが本当の地獄です。次は禁断のバックルームへ参ります。さっきの洗濯物の話で急に現実に引き戻されちゃいました。夢とロマンの空の旅が一気に泥汚れと洗剤代のせちづらい話になるなんて。おや MCC、 それが賢者タイムというやつです。ネットの界隈ではこの感動的なラストシーンすらも冷徹なタイパ至上主義の視点から解体されていますよ。もうネットの人たちはまた意地悪なこと言ってるんでしょ。感動したとか懐かしいってコメントだけ拾えばいいのに。甘いですね。彼らの論理では体育の授業で空を飛ぶなど成果物のない労働です。ジャンプする時間があるならプログラミングを学べ。教師の質が低いのは典型的な親ガチャ失敗例。これが現代のロジックです。うわー、夢も希望もない。効率ばっかり求めて何が楽しいんですか。無駄なことにこそ人生の豊かさが詰まってるのに。学術的にはそうですが解釈違いですね。さてここからは作品の背景に潜むさらにマニアックな設定のロアを紐解きましょう。 MCC、 この作品が書かれた経緯をご存知ですか？普通に絵本作家さんが子供たちのためにって書いたんじゃないんですか？実はこの作品、当時の三村図書編集部が著者に依頼して書き下ろされたいわば教科書専用コンテンツなのです。つまり最初から教育という名の OS にプリインストールされるために生成された純度 100% の上層教育プログラムなんですよ。プログラムって言い方やめてください。でもだからあんなに教室のシーンがリアルなんですね。なんか急に計算された演出に見えてきました。さらに著者はあの映画「隣のトトロ」の主題歌「散歩」の作詞も手掛けています。つまり我々はこの物語を通じて知らず知らずのうちにジブリ的飛翔の快感を刷り込まれていた。実に見事な伏線ですね。へえ、それはすごい雑学。でも猫さん、さっきプログラムって言いましたよね。それって裏を返せば何かを洗脳してるってことですか？気づきになりましたか？この物語の真の恐怖は全員で手をつなぐシーンに集約されています。教育社会学的に言えばこれは同調圧力の形成プロセスそのものです。みんなで仲良く手をつなぐのがどうして圧力になるんですか？クラスの団結でしょ？いいえ、あそこで一人でも僕は飛びたくないと言えばクラス全体の奇跡はキャンセルされます。つまりあの手つなぎは誰一人としてシステムから逸脱させないための相互監視チェーンなのです。うわ、急に怖。連帯責任ってやつですね。そう言われるとあの笑顔の裏でお前絶対手離すなよって目で合図し合ってるように見えてきた。個人の意思を抹殺し全体のために滅し奉公する、これぞ昭和的工場モデルの完成形。美しい物語の皮をかぶった実に効率的な管理教育マニュアルですよ。もうやめて、私の純粋な感動を返して。でも猫さんも子供の頃はこういうみんなで一つになるみたいな行事苦手だったんじゃないですか？痛いところをつきますね。実は私にもこのクジラ雲とリンクする忌まわしいイベント牧師のトラウマがありましてね。猫さんがイベント主催？何があったんですか？詳しく聞かせてもらいましょうか。学生時代、線形代数と形而上学を語る優別というオフ会を企画しましてね。公園の広場で一人空に向かってここへおいでよと叫び続けましたが、集まったのは鳩3羽だけでした。あれこそが私の人生最大の黒歴史ダークレコードです。うわー、それはきつい。クジラ雲が来てくれたらよかったのにね。鳩じゃなくて。慰めは不要です。さて、そんな非効率な過去を生産するためにも現代的な改善案オプティマイズを提示しましょう。もし今この物語をリメイクするなら泥臭いジャンプは廃止です。出た、改善案。どうせまたろくでもないこと言うんでしょ？ドローンで釣り上げるとか。古いですね。現代の最適解はメタバースへの完全移行です。教室にいながら VR ゴーグルを着用しアバターとしてクラウドサーバー上のクジラにログインする。これなら怪我のリスクも洗濯物のコストもゼロです。味気なさすぎるわ。風を感じたりみんなで汗かいたりするのが大事じゃないですか。バーチャルで済ませたらただのゲームじゃないですか。効率こそが正義です。しかし MCC、
この物語の結末から現代社会を生き抜くための悪魔的ライフハックだけは必要できますよ。嫌な予感しかしませんけど、一応聞きます。最後はみんな元に戻ってハッピーエンドでしたよね。その過程に注目してください。彼らは授業をサボり、勝手に郊外へ出た。しかし音画面なし。なぜか。それは風がやったことにしたからです。名付け責任転嫁説スケーブ強盗ウィンド。は？風のせいにするってことですか？そうです。遅刻した時も納期に遅れた時も全て不可抗力の風に吹き飛ばされましたと言い張るのです。集団で口裏を合わせればどんな不祥事も自然災害として処理できる。これが大人の処世術ですよ。最低やなあんた。そんなもん社会で通用するかボケ。子供の純真さを悪用するんじゃない。もう皆さんこんな大人にならないでくださいね。チャンネル登録という名の追い風で私たちをまともな世界へ連れ戻してください。お願いします。にゃん。